こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月21日火曜日、時刻は夕方の6時を回りました。暑い。とにかく暑いですね。今日の最高気温は34度となってまして、ものすごい暑かったですね。まるで蒸し風呂というかサウナに入ってるかのような、もうそんな感じでした。もうすごい湿度も高くて、もうベッタベタですね。ご覧の通り今、半袖の T シャツと、これ、ハーフパンツを履いてるんですが、いや、夏はやっぱりハーフパンツが一番いいですね。めっちゃ気楽。すごい快適です。今日話すテーマなんですが、デニムを手放した理由。こういったテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。決してデニムそのものが嫌いというわけではありません。むしろデニム自体の色味と生地の風合いであったり、その外見的な部分もそうですけれど、やっぱかっこいいですよね。おしゃれというか。その辺は今も気に入っています。10代、20代の頃は、ほぼ毎日のように履いてはいたんですけれども、ここ最近、全く履かなくなったんですよね。というか、かれこれ、4年か5年ぐらい前から、もう、デニムを、ほぼ全くと言っていいぐらい履く機会がなくなりましてね。全然ないんですよ。春、夏、秋の時期に関しては、全く履く機会がありません。冬に関しては、裏地付きのデニムがありますんで、それはまだ家に置いてあるんですけれども、冬の時期はね、さすがにちょっと裏地付きのものを履かないと、ちょっと寒すぎて耐えられないんですよ。ただ今、夏じゃないですか。真夏の時期は、暑すぎて履けないです。本当に履けないですね。なんと言いますかね、夏の時期は、あまりにも暑すぎて、耐えられなくなったんですよね。熱がこもるのと、乾きにくいことと、あとは重い。重量があって、重いじゃないですか。最近では、夏向けのデニムって売ってるらしいじゃないですか。リネンとか、そういう夏の時期ならではの素材が使われたデニムも売ってると思うんですけれど、そういうのは全然いいと思うんですよね。ただ、自分の場合は、あまり洋服の数を増やしたくないっていうのが一つと、年々、足に合わなくなってきたんですよ。着用するたびに、ジンマシンっていうわけじゃないけれど、だんだんと痒くなってきて、履くたびに、肌が擦れるというか、股が擦れるような感じがして、それがちょっと苦痛になってきて、それで次第にデニムを履く機会が減っていったんですよ。ミニマリズムを取り入れているその都合もあってか、なるべく洋服の数は増やさないことにしていて、毎朝着る服を選ぶ手間を省く、その一環として、現時点ではほぼ毎日同じような服しか着てないんですよ。今、ハーフパンツを履いてはいるんですけれども、春と秋、冬の時期については、基本的に、黒か、もしくは、ネイビーか、またはグレーのパンツを履くことが多いですね。でも最近はちょっと黒のパンツが多いかな。黒のボトムスが多いんですけれども、それについてはね、割と軽量コンパクトというか、乾きやすいのと、あとはかさばらないところ、そこら辺が結構気に入ってますね。ただ、日常使いでは、そういうシンプルな服を着ることが多いんですけれども、日本国内または海外を旅するときに関しては、アウトドア向けの洋服を着ることが多いですね。これについては過去の動画でも話したことあるんですけれど、実際に、日本国内または海外を旅するときに関しては、アウトドアメーカーのモンベルってあるじゃないですか。日本国内または海外を旅するときに関しては、モンベルっていう日本のアウトドアメーカーで販売されているものを着ることが多いですね。あれが最強すぎてね、オールシーズン着ることができるのと、あとはこれポケットに、ファスナー付きの、このジップ付きのポケットが付いてるんで、あれのおかげで物を落とす心配はないし、
またはなくしたり盗まれたりするリスクが大幅に下がるので、そこら辺はめっちゃ重宝してます。で、あと乾くのが早い。ここが大きいですね。そう。それと比べると、デニムって乾くのが遅いし、で、どこかへ旅行の目的で行くにしても、動きにくいことと、あとは、まあ、匂いが強く残るんですよ。汗をかいた時、もうそれがすごい強く残るんで、それがちょっとネックなんですよ。あとは、水かなんかで濡れた時、それが乾くまで結構時間かかったりとかして、あらゆる場面でね、今までの、その経験上、ちょっと、なんていうか自分のライフスタイルに合ってない、そう思ったんですよね。で、もう一つは、この高温多湿な日本の環境に合ってないんじゃないかって思ったんですよ。で、今こうして、これ今ヘリコプターがね、これすごい、めっちゃ響きましたね。すいません。ちょっと話の途中ヘリコプターが飛んでて、こう本当にもう頭上を今バーって撮ってたんですけれど、話を戻しますが、あれどこまで話したっけ？そう、デニムに関してはね、まず、リュックとか、カバンに収納するとき、これが結構かさばるんですよ。多分、日本国内の旅行だったり、または、海外渡航の経験のある方だったら、多分わかると思うんですけれど、あれ収納するとき、その衣類を畳むときにすごいかさばるんですよね。で、ベルトもベルトで、あれも結構場所を取るから、そこら辺がね、ちょっと、面倒というか、その都度パッキングがすごい大変だなと思って、で、それで、次第にデニムを履く機会が大幅に減ったんですよね。まあそういう経緯もあって、で、これから先の自分の人生及び日頃のライフスタイルについて、いろいろ考えてみた結果、まあこれについてはね、デニムを手放すことに決めました。今回話す内容については YouTube 以外にノートっていう文章と写真がメインのプラットフォームがありまして、こちらも同様のタイトルで記事を公開したんですよ。そしたら、これがね、普段と違って、珍しく、少しだけバズった感じなんですよね。やはり、デニム関連というか、ファッションだったり、そういう洋服に関わる話題というのは、誰しも、興味関心が出てくるのかなと思って、何が原因でそうなったのかわかんないけれど、まあおかげさまでね、読んでくれる方が大勢いて、少しだけ盛り上がりましたね。まあそういった理由もあって、自分の場合は別にデニムを買わなくてもいいかなって思ったんですよ。本当に今、着用している服というか、まあ普段持っている服の数も、本当に少ないんですよね。数えるぐらいしかないですし、で今こうやって、これ、スポーツ、仕様のこの T シャツも着てるわけですけれど、これについてもね、100% 綿の T シャツも手放したんですよ。あれも乾くのがちょっと時間かかるのと、しかも今の時期すごい熱がこもるんですよね。ものすごい暑いんですよ。ちょっと待って、場所を変えますね。すいません。すいません。ちょっと場所を変えてみたんですけれども、あれどこまで話したんだっけ？途中で話が途切れてしまって申し訳ないんですけれど、まあ、とりあえず、このまま話を続けたいと思います。まあ、いろいろあってね、まあ、自分の場合は、これまで、ミニマリズムを取り入れるその傍ら、なるべく少ないもので暮らし、実践し続ける。それをテーマに、今日もこうして YouTube を続けてきたんですよね。どれだけたくさんの服があったとしても、1年を通して頻繁に着用する服って意外と少ないんですよね。で、毎朝着る服を選ぶ手間と時間と、今日はこれ、明日はこれみたいな、そういう意思決定をする機会をどんどん減らしていきたいんですよね。だからそういうものに対して気を取られてしまったりとか、いちいちその考える手間をできる限り減らしたいんですよ。まあそういった手間や労力といったものが増えれば増え続けるほど、それが小さなストレスになって、それがどんどん積み重なっていくと、それが原因で、集中力が低下したり、または、ちょっとしたその脳疲労って言ったらあれですけれど、その都度中途半端にエネルギーを消耗してしまう恐れがあるんですよね。僕はまあ、
前回の動画でも何度か話したように、僕自身は生粋の面倒くさがりな性格ですので、その面倒くさいっていうものをなくすためにミニマリズムを取り入れてると言っても過言ではないですね。そういう感じで、本当はね、デニム自体は今も好きですし、ジャケットとデニムを合わせたファッションとか、なんかそういうのやっぱかっこいいじゃないですか。そこら辺は。そういう感じでデニムを愛用してる人たちの気持ちもすごいわかるんですけれど、ただ自分の場合は、もういろいろあってね、距離を置くことにしたんですよ。先ほども話したように、だんだんと肌に合わなくなってきて、それともう一つは、自分の人生、今後の人生において、いろいろ考えた結果、もう必要ないというふうに判断しました。ここら辺はね、そりゃ悲しい気持ちというか、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけれども、なるべく少ない洋服で暮らし、実践し続ける。できる限り少ないもので、なおかつ動きやすく、よりフットワークの軽いものを優先して、持ち物を選ぶようにしています。大体そんなところですかね。思いつく限りのことはいろいろ話してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。人それぞれ、日々の私生活であったり、または優先順位や価値観、そして洋服の好みというのは人それぞれ異なるので、いずれにせよ自分の好みに合ったものを着ていけばいいと思います。という感じで他に話すことはないので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。